先週ディズニーではいいニュースと悪いニュースがありました。今日のビデオではアメリカディズニーの最新情報に加えて、これらのニュースが今後アメリカディズニーに行く予定のゲストに催す影響についてシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、皆さん、さやかです。そして今日このビデオを撮影しているのはなんと10月16日ディズニーの100周年なんです。なのでこのビデオの本題に入っていく前にちょっと一言二言をシェアさせていただきます。まずはウォルト・ディズニー・カンパニー100周年おめでとうございます。イエーイ。そして100周年をお祝いして私も今日はディズニー100の T シャツを着ています。でここに見えるようにたくさんのレガシーキャラクターが載ってます。でこれはこっちのトロントでマークが買ってくれたのでマークありがとうそしてあんまり長くは話さないんですけど、この100周年っていう大きなマイルストーンなのでちょっと皆さんとディズニーにお礼をしたいなと思っています。私たちは2人とももともとディズニーファンじゃなくて2人で一緒にウォルト・ディズニー・ワールドに行き始めてからこのディズニーの魅力に惹かれてディズニーの大ファンになっていったんですね。人生ってやっぱりイライラすることとかストレスとか悲しかったりすることってたくさんあるじゃないですか。だけどそんな中でもディズニー映画を見たりとかディズニーテーマパークに行ったりしたら日常の嫌なことを全部忘れられるぐらいすごい楽しめるし、すごいハッピーな気持ちになるのでちょっと目がうるうるしてきましたなのでディズニーは私にとって本当に特別で、私は本当にディズニーが大好きなんです。こんなに私たちを感動させてくれて笑わせてくれて夢を見させてくれて私たちの日常を本当にマジカルにしてくれるディズニーっていうものを作ってくれたウォルトとロイには本当に感謝しかないです涙が出てきちゃったあとこの本当に素敵なディズニーっていうものを通じてこうやって皆さんとつながることができたので本当にディズニーとこのディズニーっていうものを作り上げてくれた人たちと皆さんには本当に感謝でいっぱいです。なのでいつも私たちの動画を見てくださってる方本当にありがとうございますさっきも朝食を食べてる時にちょうどリリースされたOnce Upon a Studioをマークと一緒に見てたんですけどもう見た後もう2人とも号泣でしたなんかディズニーについて語りだしたらなんかいろいろ湧き上げてくるものがあってちょっと泣いちゃったんですけどこの今日のビデオはこの最新ニュースについてなのでニュースに入っていきたいと思います。それでは泣くのも終わったのでようやく本題に入っていきたいと思います。そして先ほど紹介した通り今日はアメリカディズニーの最新情報に加えていいニュースと悪いニュースというかちょっとネガティブなニュースがあるんですけど、皆さんはこのいいニュースと悪いニュースについて多分気になってると思うのでそちらの方からまず最初に入っていきたいと思います。まずはいいニュースからいきましょう。なんとディズニーワールドで1月9日からオールデイパークホッピングが復帰することが発表されました。これによりパークホッピングがよりフレキシブルになります。今のところパークホッピングチケットやアニュアルパスがあってもパークホッピングは2時以降からしかできないんです。しかし1月9日からはパークホッピングチケットまたはアニュアルパスがあるゲストはいつでも好きな時間に2つ目のパークにパークホップすることができるようになります。この2時からしかパークホップできないっていうパークホッピングのルールはパンデミック以降に導入されたんですけど、パークホッピングチケットって結構高いんですね。なのでこの2時からしかパークホップできないのはなんかあんまりフレキシブルじゃないのでこのルールを結構嫌ってる人が多かったんですね。で私もなんでこの2時以降っていうルールがあるのかよくわからないって思ってたんですけど、ようやく1月9日以降はこのよくわからないルールがなくなるのでそれはとっても良かったです。そしてさらに1月9日からはデイテッドチケットと呼ばれるいつ使えるかが決まっているチケットを持っていればパークリザーベーションが不要になります。そして1月9日以降にアニュアルパスホルダーやノンデイテッドチケットを持っているゲストでパークリザーベーションがまだ必要な場合でも最初にパークリザーベーションをしたパークに行った後ならいつでも2つ目のパークにパークホップすることができるようになります。
ちなみにノンデーテッドチケットはミリタリーチケットとかキャストメンバーチケットとかになるので、ほとんどの皆さんはデイテッドチケットを購入することになると思います。ということで1月9日からはほとんどの皆さんはテーマパークリザーベーションについてもパークホッピングの時間についても心配しなくてよくなります。また1月からはアニュアルパスホルダーに向けて Good to Go Days というものが導入され、これらの日はアニュアルパスホルダーはテーマパークリザーベーションなしでパークに入ることができます。それではこれがいいニュースになります。それでは残念ながらちょっとネガティブなニュースもあるので、今から残念ですがネガティブなニュースに入っていきたいと思います。そしてこのネガティブなニュースは何かというと、なんとディズニーワールドとディズニーランドのあちこちでたくさんの値上がりがされてしまいました。まずは食べ物です。ディズニーワールドのたくさんのレストランでメニューが値上がりし、ディズニーワールドで食べ物や飲み物を買うのがさらに高くなってしまいました。食べ物についてはそんなにたくさんの額が値上がりされたわけではないんですけど、やっぱりこういう少しずつの値上がりは重なっていくので、この先ディズニーワールドやディズニーランドに行く場合は食べ物の出費がもう少し高くなってしまいます。そしてもう一つ値上がりされたのが年パスです。ピクシーダストパスは399ドルから439ドルに、パイロットパスは749ドルから799ドルに、ソーシャルパスは969ドルから999ドルに、そしてインクレディパスは1399ドルから1449ドルに値上がりされました。ということでこれらはパスタイプにより30ドルから50ドルの値上がりです。それに加えてメモリーメーカーも値上がりされました。メモリーメーカーはディズニーワールドで撮られたフォトパスやアトラクションフォトを自由にダウンロードできるフォトパッケージです。1日分のメモリーメーカーを購入することもできるし、ディズニーワールド旅行の全部の日にち分を購入することもできます。メモリーメーカーは旅行前に購入しておくと旅行中や旅行後に購入するよりも少し安くなり、このタイプはメモリーメーカーアドバンスパーチェスと言います。そしてこのタイプは以前169ドルだったのが今は185ドルに値上がりしました。そして旅行当日か旅行後に購入できるメモリーメーカーは199ドルが210ドルになりました。1日分のメモリーメーカーワンデイは69ドルから75ドルに値上がりしました。そしてディズニーワールドだけでなくディズニーランドでもマジックキーの値上がりがありました。マジックキーはディズニーランドの年パスのことで4つの種類から買いたい種類を選ぶことができます。そして全てのマジックキーはパスの種類によってなんと50ドルから150ドルの値上がりが見られました。マジックキーの値上がりはされたんですけど、今のところ全てのパスの販売は停止されていて更新のみしかできないようになっています。なのでパスの値上がりはされたけどパスは販売されていないっていうちょっとよくわからないことになってるんですけど、今後またマジックキーの販売を開始する見込みがあるみたいです。そしてディズニーランドでもマジックキーだけでなく他にもたくさんのものが値上がりされました。まずパークチケットです。ワンデーパークチケットの値段は日にちによって異なり、一番安い日の値段は104ドルで変わりはありませんでしたが、一番高い日のチケットの値段が194ドルに値上がりされました。そしてワンデーチケットだけでなくマルチデーチケットとパークホッパーチケットの値段も値上がりされました。そしてジーニープラスの値段は日にちによって異なりますが、25ドルからのスタートだったのが30ドルからのスタートになります。ということで今後ディズニーランドでディズニージーニープラスを購入するには30ドル以上かかるということになります。ジーニープラスは混み具合によって値段が設定されるので、ホリデーや連休などの混雑期はジーニープラスの値段もより高めに設定されます。それでは以上が先週発表されたいいニュースと悪いニュースになります。そしてテーマパークリザーベーションがいらなくなったりパークホッピングが簡単になったりするのはいいニュースなんですけど、ディズニーランドでもディズニーワールドでも結構な値上がりがあったので、今後この2つのディズニーパークに行くのはもっと高くなります。本当にディズニーワールドでもディズニーランドでも何から何まで思っている以上に高いんですね。なのでもし皆さんがディズニーランドやディズニーワールドに旅行に行く予定をしていたり旅行の準備をしていたりするんだったら、予算をもうちょっと多めに準備しておくことをおすすめします。そうすれば心のたくさんのお金を散財する心の準備ができて、ハンバーガーに2000円とか払わないといけない時にもうちょっとストレスが軽減するかなと思います。それではこれらの2つのニュースについて話し終えたところで通常の最新情報に入っていきたいと思います。
ディズニーランドのギャラクシーズエッジバトゥーに新しいドロイドが到着しました。ディズニーイマジニアたちはこれらのドロイドのテストを行っており、彼らはギャラクシーズエッジで見かけることができるローミングキャラクターです。ローミングキャラクターは特定のエリアを歩き回るキャラクターのことを言います。そしてこのローミングキャラクターは決められた時間に決められた場所に出てくる公式なミート&グリートのキャラクターとは違います。なので、もしディズニーランドのギャラクシーズエッジでこれらの新しいドロイドを見かけることができたらラッキーということになります。それでは次に、ディズニートレジャーにザ・テイル・オブ・モアナ、日本語翻訳はモアナの物語という新しいブロードウェイスタイルのショーがデビューすることが発表されました。この新しいショーはディズニートレジャーで鑑賞できる美女と野獣やディズニーシースターアドベンチャーなどのラインナップに追加されます。そしてこれはディズニートレジャーのウォルト・ディズニーシアター限定でディズニークルーズラインで初めてのモアナのショーになります。ショーでは映画モアナに出てくるたくさんのキャラクターを見ることができ、モアナの音楽もたくさん使われているそうです。ちなみにディズニートレジャーは2024年の12月に公開が開始されます。そして10月16日にエプコットの最新アトラクションジャーニー・オブ・ウォーターが公式にオープンしました。10月6日から10月の15日にはこのジャーニー・オブ・ウォーターのソフトオープンが行われ、ゲストは公式のオープン前にこのジャーニー・オブ・ウォーターを体験することができたんですが、今は公式にオープンされたので誰もがいつでもこのアトラクションを楽しむことができます。そしてアニマルキングダムのさまざまなフードロケーションでいくつかの新しいフードアイテムが追加されました。アフリカ風の料理を注文できるハランベマーケットではチキン&シュリンプライスボール、チキンライスボール、そしてシュリンプライスボールなどの新しいライスボールメニューに加えてビーフ&ラムコフタピタやプラントベースのインポッシブルコフタピタ、チキンが乗ったハランベサラダが新しく登場し、デザートにはマンゴーパッションフルーツチーズケーキが登場しました。そしてソーセージ、グアバペースト、卵、チーズが入ったスタッフドパンケーキサンドイッチはポングポング、トレックスナックやいくつかのアウトドアカートで販売されます。草フィリコーヒーショップ&ベーカリーでもトマトペッパーレイリッシュが入った卵とベーコンのクロワッサンサンドイッチ、卵、ベーコン、チーズが入ったブレックファストタチョス、ハリッサチキンラップなどのたくさんの朝食メニューが登場しました。パンドラ・ザ・ワールド・オブ・アバターにあるポングポングでは先ほど紹介したスタッフドパンケーキサンドイッチに加えてシナモンロールもメニューに加わりました。フレームツリーバーベキューではインポッシブルバーントレンズとフレンチフライス with プルドポーク&チーズがメニューに加わり、ピッツァファーリーではプラントペーストイタリアンソーセージとアンティパストサイドサラダがメニューに加わりました。有名なドールウィップが販売されているタムタムリフレッシュメントでも4つの新しいアイテムがメニューに加わりました。ここでは前からあったメニューに加えてドールウィップオレンジソーダフロートとドールウィップフロートを楽しむことができ、21歳以上ならお酒が入ったドールウィップフロート with パロットベイココナッツラム、ドールウィップハードサイダーフロートを楽しむことができます。それでは以上が今日紹介するアメリカディズニーの最新情報になります。そしてもう一度言いますが、ウォルト・ディズニー・カンパニー100周年本当におめでとうございます。そして皆さんいつも私たちを応援してくださり本当にありがとうございます。このビデオを楽しんだりビデオの情報が役に立ったらビデオにいいねをよろしくお願いします。そして今後のディズニーやユニバーサルのコンテンツを見逃さないようにまだの方はマークさえロストインワードにチャンネル登録とチャンネルの通知をオンにしておくことも忘れないようにしてください。そしてもうすぐ私たちのエプコットでのディズニー100の体験をまとめたビデオももうすぐ YouTube にアップするので、そのビデオもぜひ楽しみにしておいてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。Make the day magical! Bye!